皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、お金がなくて食料備蓄どころではない、と感じている方向けに食料備蓄の方法を考えてみます。どうぞ、最後までご覧ください。このチャンネルでは、1、日本人としての自信と誇りを取り戻す系の話。2、戦後の日本が受けている嘘情報系の話。3、日本の安全保障系の話。海外で起きている情報を共有。4、日本の歴史ミステリー系の話について情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、経済的余裕がない人向けに食料備蓄を取り組むにあたって大切なことは何かについて考え方を提案したいと思います。あくまでも一つの提案としてそれぞれが考えるきっかけになればと思います。まず大前提として、そもそも食料危機は起きるのか、食料備蓄は必要なのかということについて押さえておかなければならないと思います。詳細は別の動画でシリーズに分けて配信していますので、概要欄からご覧いただければと思います。さて、食料備蓄については災害国日本に住んでいる以上必須の備えだと思います。しかしその備蓄期間については意見が分かれるところだと思います。そして食料危機については最も意見が分かれるところで、賛否両論それぞれを聞いて自ら考えて結論を出すということをする必要があります。ちなみにこのチャンネルでは食料危機は高い確率で起き、万が一起きなかった時はそのまま首都直下型大地震、南海トラフ大地震を想定した食料備蓄に対応できるのでコスパが最高に良いという立場で動画を作成しています。ということで食料危機については視点をどれだけ広く持つかということになります。例えばいつも行くスーパーでは今現在普通に売っているし、食料品がなくなる気配もない。価格が上がるのは原材料が上がっているからだろう。万が一食料危機が起きた時には政府や自治体が何とかしてくれるだろうという最も近視眼的に見るのと、世界中で特に EU 圏、ヨーロッパ地域に住む国民がどんなことに直面していて、その直接の原因は何かという情報を集めて、日本にどれだけ影響が出てくる可能性があるかを考える人とではおのずと結論は真逆になります。そして食料危機が来ると情報を発信している方に対して不安を煽るなとおっしゃっている人がいますが、不安と警戒は全く異なると考えます。まさにタイタニック号沈没という悲劇に見られるように、情報を掴んでいる人は船底に穴が開いて浸水していることを知り警告しているのに、こんな大きな船が沈むわけがないと高をくくってパーティーをしている人がいるというような状況が歴史的悲劇の裏側にはいつも起きているように感じます。ということを踏まえ、食料備蓄は必要だと感じてはいるものの、経済的に大変で食料備蓄する余裕がないという方に向けて動画を作成しています。なるようになるさという楽観的な方には不要な情報となります。私も食料備蓄をやってみて一番悩むのは何をどれだけ準備するかという方針を決めることでした。そして食料備蓄を必要だと感じてはいるが、行動に移せていない人にとってはこれについて考えるのが難しい、めんどくさいと感じているのではないでしょうか。そこで今回は思い切って予算3万円でどこまでできるかを考えてみようと思います。こういった備えるという行為はあらゆることを想定するわけですからキリがありませんし、第三者から見ると異常行為に見えるかもしれませんね。海外旅行をしようとするときあらゆる困ったを想定して準備をするのですが、一方で荷物がどんどん増えてしまう。こんな時、下着、肌着などは現地で購入してしまおうという作戦を取れば、スーツケースに占めるかなりの割合を節約できるといったように、考え方一つで何とかなるものも出てくるかもしれません。そのあたりのことが伝わればと考えています。では、今回の考え方、前提条件として、1、最低限半年は生き延びるだけの食料を備蓄する。2、予算は3万円。3、飲料水は水道水を使うこととする。4、寒暖対策は考えないということで考察してみます。まず最低限半年生き延びるということですが、まず食料危機が表面化し、食料が手に入らなくなってからの半年ということで考えます。どういうことかというと、高くても買えるときは頑張って購入するということです。食料品が高くなったから備蓄しているものを食べるという行為はしないということです。そして食料がなくなったときに通常通りお腹いっぱいまで食べるということはできませんので、常に空腹状態になることは受け入れるしかありません。なので主食である米の消費量の設定を
通常なら成人で1ヶ月8キロであるところを5キロで抑える必要が出ることでしょう。究極1日ご飯1杯でしのぐとしてお米 150g が必要です。つまり1ヶ月で約5キロのお米の消費量ということになります。人によっては米は苦手でパスタなどを主食とするという方もいるかもしれませんが、その場合は置き換えて計算してみてください。そうした時に半年分のお米の量は30キロとなりますね。米の価格はピンキリですが、10キロ税込み3000円で考えましょう。半年分の米の購入予算は9000円となります。次におかずとなりますが、これが予算の大部分を占めることになるでしょう。私などは最悪のことを考えるときにふりかけだけでもいけると思いますし、醤油をかけるだけでも食べられます。戦時中では毎日芋だけを食べていたそうですが、ちゃんと生き延びています。いろいろなバリエーションを持って食料備蓄できればそれに越したことはありませんが、何しろ予算がないことにはできません。ということで、栄養学的にもめちゃくちゃなことを言っていることを承知の上で、とにかく大前提は半年生き延びることを追求します。俺はそこまで長生きしたいとは思わないという人がいますが、その場になってみればそんなことざれ言になると思います。実際飢餓で亡くなる時というのは体中に激痛が伴うそうです。そしてそうなる前に生存本能で糞尿なども食べるようにもなるし、共食いも始まるそうです。こういった事実は近いところで言えば70年ちょっと前に起きた戦争でも日本人が経験していることです。話を戻しますが、おかずについてはかなり頭を悩ませます。想定している状況下では1日3食など考えない方が良いです。それでも2食を半年分で考えると360食もおかずが必要です。2日に1回レトルト、缶詰を食べることとし、その他の時にはお茶漬け、ふりかけなどを使用するようにします。そうすると半年間の食事回数は360回。そのうちレトルト、缶詰を食べる回数は90回。その他270回をお茶漬け、ふりかけでしのぐということになります。例として丸美屋の業務用ふりかけを取り上げます。これは4種類入ってまして、それぞれが10袋、つまり40食入りということになります。金額は 34% 割引中で357円。ということで1食あたり9円です。すごいコスパですね。270回のうちふりかけ使用回数を 60%、160回とすると357円を4袋で1428円。その他110回をお茶漬けで設定しましょう。長谷園の業務用3種、それぞれが10袋入っている30袋入りのものが980円ということで、1食あたり33円。これを4袋購入で110回分の食事が3920円で可能となります。繰り返しますが、栄養学的には褒められたことではありませんが、生き延びるということをテーマにしておりますのでご了承ください。さて、残りをレトルト食品、缶詰を使った食事の90回分をどうするか。まずコスパが良いのは何といってもレトルト食品です。業務用スーパーなどでカレーや親子丼、中華丼などが定番でバラエティは豊富ではありませんが、1個税込み80円ほどで購入が可能です。ということで90回分のうち 60% をレトルト食品、残りを缶詰1個あたり150円平均で考えると、レトルト食品は54回分で4320円、缶詰は36回分で5400円となります。ここまでをまとめます。主食である米360回分で9000円、レトルト食品54回分で4320円、缶詰36回分で5400円、ふりかけ類160回分で1428円、お茶漬け110回分を3920円となります。合計金額は24068円ということで3万円未満に収まりました。残りは梅干しなど日本の伝統食を取り入れるのも手です。ミネラル、塩分も取れるし、なんといっても保存食でおかずの一品にもなります。フルーツの缶詰なども良いかもしれません。今回水を考慮していませんが、これは水道の水で我慢するという作戦です。しかし震災などの自然災害が起きた時のことを考えると、飲料水の備蓄を考える必要も出てくると思います。水の場合、1人1日3リットルを半年分備蓄することになり、2リットルで約80円で計算すると270本のペットボトルが必要になると思います。金額にして21600円です。スペースも必要となりますね。いかがだったでしょうか。
最低限命をつなぐという観点で予算がない人向けに動画を作成してみました。備蓄をやってみるとわかるのですが、今回のように半年はとりあえず上で苦しむことはないという安心感が次のステップへ進む力になると思います。次から次へと必要なことが出てきますが、今を生きる我々には必須のことだと思いますし、受け入れた方が気が楽になるでしょう。経済的予算がない人ほど食料品の値段が高騰する前に行動に移すことを考えてみてはいかがでしょうか。最低限の食料を確保したら、次は高騰する電気代、ガス代の節約、いや、なくても生活できるような取り組みをすることが賢明だと思います。また追加情報がありましたら動画作成したいと思います。そして視聴者の皆様のアイディアや実践していることなどがございましたら、ぜひコメント欄でシェアしていただけたら助かります。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。